社員の嫁は我が家の奴隷。ただで家事と子守りをよろしくね。断ったら旦那は転勤よ。ゆかは自分が社長夫人だからと、そのようなことを言ってきた。なら転勤で。は、私の返答に驚く夫とゆか。私はポカンとする彼女を見て、心の中でガッツポーズをするのだった。私の名前は佐竹のぞみ、30歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して3年が経つ。私たちの出会いは職場で、私たちは先輩後輩の関係だった。それから、いろいろな仕事を一緒にやるようになって自然と距離が縮まっていき、付き合うことになった。彼は私の3歳上で、年上らしく包容力があって頼りがいがある。そして優しいので、私は一緒にいていつも癒されていた。それから順調に交際を続けて1年ほどが経った頃、私は彼にプロポーズをされて結婚することになった。私は結婚してからも仕事を続けていたので、私たちは共働きだった。家事は分担し、お互いに料理も掃除もやった。二人で協力し合いながら、とてもバランスのいい生活を送ることができていたと思う。夫は昨年から転職をした。今よりも給料が上がるからと、思い切って中途採用の試験を受けてみたのだ。すると見事に採用されて、別の会社で働くことになった。今までみたいに、一緒に出勤することができなくなってちょっと寂しいのはあるけれど、それでも夫が望んだ通りになってよかったと思う。夫は前々からその会社が気になっていたようだし、最近は晩ご飯の時間に今の職場や仕事について、いろいろと教えてくれる。楽しそうに話す夫を見ているだけで、私も嬉しくなるものだ。そんな風に幸せな結婚生活を送っていた私たち。するとある日、夫からこんな話をされた。今度、会社で慰安旅行があるんだけど、奥さんも同伴していいみたいなんだ。温泉旅行みたいだし、のぞみも楽しめると思うんだけどどう？それは夫が働く会社の慰安旅行のお誘いだった。私は温泉と聞き、すぐに行くと返事をした。しかも場所は草津温泉だそうで、私は行ったことがなかったので断る理由もなかった。そして夫とワクワクしながら旅行先の温泉へ。そこで私はまさかの人物と再会した。あれ、もしかしてのぞみ。甲高い声を出して、私の名前を呼んできた人物。私はその人物の顔を見てぎょっとした。ゆか。久しぶりね。成人式以来かしら。そうね、久しぶり。なんでのぞみがここにいるの？私は、旦那がこの会社で働いているからついてきたのよ。なるほどね。この会社の社員の奥さんってことね。ゆかは、この会社で働いているの。それ何の冗談？面白すぎるんだけど。私はこの会社の矢吹社長の妻よ。え、社長夫人ってこと？そうなんだ。私は驚いた。まさかゆかが夫が働く会社の社長の奥さんだったなんて。あ、驚いちゃった。うん。だけどいいのよ。普通に接して。私も昔みたいに接するから。昔みたいに接するなんてやめてほしい。私はゆかに対していい印象を抱いていなかった。ゆかは今でいうスクールカーストの一番上にいるような人物で、何でも自分の思い通りにしてきた。学校で一番悪くて怖がられている男子を味方につけていたので、ゆかに目をつけられると学校での生活が一気に辛いものになる。そんな状況に陥っている子を何度見てきたことか。そんな風に、いじめっ子のゆかを私はとても苦手だった。そして、私も一回目をつけられてしまったことがある。それは、ゆかが好きな男の子が私のことを好きだったことだ。ゆかは告白をしたのだが、その男の子に好きな人がいるからと断られてしまった。その好きな子というのが私だとわかり、
ゆかはすぐに私を呼びつけた。なんで私があんたみたいな地味なやつに負けないといけないのよ。あんた、あの人に色目でも使ったんでしょ。そんなことしてないよ。嘘つかないで。じゃないと私が振られるわけないでしょ。ゆかはそう言って、私の話を全然聞いてくれなかった。そして今までのように、学校で一番怖い男の子を使って私を脅してきた。お前みたいな女がゆかをイラつかせるんじゃねえよ。絶対にあの男と付き合うなよ。もし付き合ったらどうなってるのか分かってんだろうな。そのように脅されてしまい、私はあの男の子から告白されたが断るしかなかった。だがその時はすでに高校3年生だったし、そもそも私は受験に集中したくて、恋愛どころではなかったから別に構わなかったが、そんな風に無理やり力ずくで人の行動を制限するようなことは最低だと思った。だから私はゆかのことが嫌いだったし、軽蔑していたのだ。そんな人とこんな場所で再会するなんて。本当に人生というのは何が起きるかわからないものだ。ゆかは自分が社長夫人であることがものすごいステータスであると思っているようで、高級ブランドに身を包み、勝ち誇ったような顔をしていた。まあ確かに彼女はそれなりに美人な方だと思う。だから黙っていれば男も寄ってくるだろう。しかし、あの本性を知った人たちはきっと離れていると思うので、社長も騙されているのではないかと思う。まあ私には関係ないが。だが今回の慰安旅行が一気に残念なものになったのは確かだ。私はできる限りゆかには近づかないようにし、他の社員の奥さんたちと話すようにした。しかしそんな中、夜の宴会の場でゆかが近づいてきた。ちょっとのぞみ。せっかく同級生同士で再会したんだから、一緒に飲もうよ。そう言って私の肩に手を回してくる彼女。私は嫌だったが、社長夫人でもある彼女の誘いを断るわけにもいかない。もしこれで夫の昇進に響いたりしたらかわいそうだ。そう思い、私は言われるがままに彼女と一緒に飲むことに。ここだと周りが盛り上がりすぎてうるさいから、旅館の近くにあるバーに行こう。そう言って私を外に連れ出すゆか。こういう強引なところも昔から変わっていない。彼女は自分の思い通りにならないと気が済まないので、何でもかんでも勝手に決めてしまう。そして着いたバーは、かなり格式高そうな高級感あふれるバーだった。雰囲気もいいし、接客も良かった。適当な席に座り、ゆかが勝手に私の分のお酒も注文してしまった。まあ私はそこまでお酒にこだわりがないので、何でもよかった。この店なら、どのお酒も美味しそうだし。そしてお酒が届き、乾杯をする。ゆかは一口お酒を飲むと、饒舌に話し始めた。しかし、まさかのぞみと大人になってから再会するとは思わなかったよ。そうね、私もだわ。地味なところは全然変わってないね。そうやって罵倒してくる彼女。あんたも全然変わってないけどな。むしろ性格の悪さが昔よりも顔にものすごく出てるぞ。性格は人相に現れるというのはよく言ったものだ。私、社長夫人っていう肩書き手に入れて、マジで人生勝ち組だよね。のぞみの旦那さんって何歳なの？3歳上だよ。そうなんだ。役職は課長。それとも部長。いや、まだ役職はついてないよ。平社員ってこと。仕事できない旦那さんなんだね。ま、でもそれくらいがのぞみにはお似合いかもね。ほら、高校生の時もさ、不釣り合いな恋愛しそうになってたじゃん。あの時のことだ。ゆかは私に断るよう仕向けておいて、あの時のことをバカにしてきたのだ。本当に嫌な性格をしている。昔のことは忘れたわよ。
私はそう言って酒をクイッと飲んだ。あら、そう。私が動揺しなかったので、ゆかはつまらなさそうにしていた。それじゃあ、もうそろそろ部屋に戻ろっか。私は彼女がそう言ったのでほっとした。やっと自分の部屋に戻れる。すると彼女はこんなことを言い出したのだ。あら、私ったらお財布忘れたみたい。え、いつも主人に支払いを任せてるから、持ってくる癖が抜けてしまったみたいね。のぞみ、支払っておいてくれる？え、大丈夫よ。見た目ほど高いお店じゃないから。いや、そういう問題じゃない。本当に財布忘れたの。信じられないんだけど。何よ、社長夫人である私が嘘をついてるって言いたいわけ？社長夫人とか関係なく、嘘をついてると思う。はあ、きっと。主人に言いつけてやるわ。これで、あんたの旦那の出世もなくなったわね。ちょっと待ってよ。私の旦那は関係ないでしょ。ゆかは酔っ払っていて、かなり感情的になっていた。あんたなんて知らないわ。とにかく、支払いはあんたに任せたから。そう言って、一人で勝手に店を出て行ってしまった。私は一人逃げるわけにもいかずに、お会計をしなければいけなかった。何が見た目ほど高くないだ。結構な金額をしたぞ。というよりゆかがどんどん注文して、お酒だけじゃなくてつまみまで頼むから高くなったんだろう。しかも社長夫人のくせに支払わせるとかケチくさい。私はイライラしながら自分の部屋へと戻っていった。部屋に戻るとすでに夫は戻っていて、宴会はすでに終わっていたことを知った。遅かったね。ああ、実は、私は夫にさっきのことを説明。え、社長夫人が元同級生？そうなの。しかも厄介な人でね。でも、あなたに迷惑をかけないようにしないとと思って、いろいろ理不尽なことを言われたけど我慢したわ。そうなんだ。まさか奥さんがね。夫は自分の会社の社長の奥さんが、自分の嫁の同級生だと知り驚いていた。世間って意外と狭いんだね。本当にそうね。それから少し経った頃、ある日いきなりゆかが家にやってきた。のぞみ、久しぶり。え、どうしてここがわかったのよ。そんなの社長夫人だからに決まってんじゃん。とりあえずあげてくんない？ちょっと。ゆかはそう言って勝手に家に上がり込んだ。まあまあ綺麗にしてるのね。もしかして社長の？ああ、どうも。のぞみの旦那さんで私の主人の部下の。マサトです。あ、そうそうマサトさん。お邪魔してます。すいません、こんな格好で。ああ、気にしなくていいですよ。今日は休日ですし。ちょっとゆか、いきなり来て何なのよ。つい最近、この近くに新しくタワマンができたの知ってる？ええ、知ってるわよ。私と主人そこに引っ越したのよ。それでわざわざ挨拶に来てあげたってわけ。そう。なんだ。私は頭を鈍器で殴られたような衝撃を受けた。まさかゆかがこんな近くに引っ越してくるなんて。それはつまり、いろいろと面倒なことを頼んでくるということだろう。じゃなければ、わざわざ休日に私たちの家に来たりはしない。そして彼女は早速こんなお願いをしてきた。それでさ、ご近所だから頼みがあるんだけど。何？うちに5歳になる子供がいるんだけど、明日用事があるから預かってくれない？いや、そんなの困るよ。はあ、どうしてよ。だって私たち子育てなんてしたことないし、無責任に預かることなんてできないよ。そもそも、私たちが預かる理由なんてないし。私が毅然とした態度でそう言うと、彼女は目を見開いて怒った。
社員の嫁は我が家の奴隷。あんたは私の言うことだけを聞いてればいいの。ただで家事と子守をよろしくね。断ったら旦那は転勤よ。ゆかは自分が社長夫人だからと、そのようなことを言ってきた。ありえない。ここまで性格が変わらない未熟な人だとは思わなかった。なら転勤で。私の返答に驚く夫とゆか。のぞみ。何を言ってるんだ。転勤も何も。私は何かを言いかけた夫を制した。ゆかは私が強がってるとでも思ったのか、勝ち誇った顔をした。いいのかな。本当に転勤になるよ。ど田舎に飛ばされちゃうかな。ゆかって旦那さんの仕事のこと何にも知らないんだね。私の発言に目を丸くするゆか。私はポカンとする彼女を見て、心の中でガッツポーズをするのだった。あんたの旦那さんの会社。東京の本社しかオフィスはないけど。そんなことも知らないで、社長夫人だとか自慢してたの？マジでウケるんだけど。のぞみのくせに何私のこと笑ってるの。もう高校時代のこと引っ張ってくるのやめなよ。ダサすぎるよ。みんな社会人になって、ゼロの状態から一斉にスタートして頑張ってるんだから。あんただけまだ高校卒業してないの？ムキこのクソが。腹立つ。あんたの旦那は首よ首。ゆかにそんな権限ないでしょ。ただの社長夫人なんだから。それとも今から社長さんを呼ぶ？私が働く会社って、あんたの旦那の社長の会社と取引してて、私がその担当なんだよね。もしかして、私のこと専業主婦だと思ってた？今私は会社で課長をしているんだけど。課長。矢吹社長とも何回か挨拶をしたことがあるし、お仕事の打ち合わせだってしたことあるわ。私たち夫婦と社長が慰安旅行で挨拶してたの見てなかったの？そんなの興味なさすぎて。そう、まあいいわ。とりあえず、社長に電話をさせてもらうね。慌てるゆかを無視して私は社長に電話をした。そしてゆかから言われたことなどを説明。すぐに社長はこちらに来てくれた。おい、ゆか。お前、何をやってるんだ？いや、だって、まさかのぞみがあなたと繋がってるなんて知らなくて。そういう問題じゃないだろ。何が部下の嫁は奴隷だ。俺は部下のことをとても大事に思っているんだ。それはつまり、部下の奥さんたちのことも大事に思っているということだ。お前は結婚してから、わがままし放題で本当に手が余るな。妊娠をしたから仕方なく結婚したが、やっぱりシングルファザーになってでも考え直すべきだったよ。お前とはもう離婚だ。ちょっと待ってよ。私嫌だよ。離婚なんて。離婚されたら、どうやって生きていけばいいの？それは不倫相手にでも養ってもらったらどうだ？俺が知らないとでも思ったのか？お前は私の部下と関係を持っているだろう。それは。私はここで合点がいった。だからこの家も突き止められたの？社長夫人だからではなく、社員の不倫相手だから、会社で働く者の家の住所を調べられたのね。私がそう言うと、さらに社長は顔を真っ赤にして怒った。おい、どういうことだ？社員の個人情報を勝手に盗み見たってことか？それはあの人がやったことで。指示を出したのはお前なんだろう。もう許せないな。その社員のことはクビにして、お前には損害賠償を請求する。情報漏洩が起きたということだからな。そんな。ゆかはその場に膝から崩れ落ちた。だが誰も彼女の味方はいない。その後、
社長とゆかは離婚し、親権は社長に渡った。ゆかは不倫相手からも捨てられたそうだ。というのもゆかのせいで、不倫相手は会社をクビになったからだ。ゆかは親からも感動され、現在はキャバ嬢をしながら慰謝料を返しているらしい。もともと社長との出会いもキャバ嬢で働いていたからだそうだから、今もまた玉の輿に乗ることを狙っているのだろう。だがあの頃と違うのは、周りには自分よりも何歳も年下の若い子たちがいるということだ。自分の思い通りにならないと気が済まない性格に、シワが出てきた顔の女性を好んで指名する人はいないだろう。そのまま誰にも相手にされずに、借金返済に追われる辛い日々を送ればいいと思う。一方、私は相変わらず夫と仲良く過ごしており、幸せな日々を送っている。夫は私が出産を終えた時にちょうど来ることができ、みんなで生まれたばかりの赤ちゃんを抱き上げているタイミングだった。先生が近づいてきた夫に笑顔を向けながら赤ちゃんを渡そうとする。元気なお子さんですよ。とっても可愛い女の子です。だが夫は顔色一つ変えずに DNA 鑑定をしてくださいと言った。病室にいた私たちは一度固まった。私は出産の疲れでうまく声が出ない。ただ夫が次に何を言うのか見ていることしかできなかった。すると夫は驚きの発言をした。この子は俺の子じゃない可能性があるからな。私の名前はのぞみ、28歳の会社員だ。私は合コンで出会ったマサトと3年前に結婚した。夫はとても優しくて紳士的で社交的なこともあり、私はすぐに彼に惹かれていった。そしてデートを重ねて交際が始まり、順調に交際を進めて結婚した。私たちは共働きで家事を分担して、お互いを支え合いながら楽しく幸せに暮らしていた。ちょっとした口喧嘩とかはあったが、大きな喧嘩とかも特になかったと思う。私たちはいつか子供が欲しいねとは言っていたが、新婚での2人の生活を楽しみたいとも思っていた。だから最初の頃は子作りにそこまで積極的ではなかった。しかし結婚も3年目に突入して、義両親や私の親からも孫の話について少しずつ触れられるようになってきた。そのため私と夫は話し合い、妊活をすることにした。最初は効果があるのか疑問だったが、ネットでいろいろと情報を集めて実践してみると、どうやら効果があったらしく、私はついに妊娠。夫も私が妊娠をしたことを知り、とても喜んでいた。私は初めての妊娠だったので、不安だったのでよくいとこ夫婦に相談しに行っていた。いとこのあきらと嫁のゆかさんはとても優しくていい人で、先に出産を経験しているので私にいろいろと教えてくれた。そのうちだんだんとお腹が大きくなってきて、私は一人で動くのが大変になってきた。つわりもひどくなってきて体調も良くない。私としては夫にサポートをしてもらいたかったのだが、夫はその頃から仕事が忙しくなってきたようで、帰るのが遅くなっていた。そして私が体調が悪くて家事ができないのに、家事ができていないことを責めるようになったのだ。どうして晩ご飯ができていないんだよ。ごめん。ちょっとつわりがひどくて。だからって一日中ソファーで寝てたのか。ちょっと甘えすぎじゃないのか。俺が疲れて帰ってきてるっていうのに、ありえないぞ。産休まで取って家でダラダラしているだけなんて情けない。そんな。夫は体調が悪くて休んでいる私を許してくれなかった。もしかしたら自分の仕事が忙しくなって少し心に余裕がないのかもしれない。だが辛いものは辛い。この状態でスーパーに買い物に行って家事までするのは大変だ。しかし夫からこうも責められるのなら、なんとかしないと。だが私の両親は遠くに住んでいるので頼れないし、義両親に来てもらうのも違う気がする。そんな時に私はまたいとこのアキラの顔が浮かんだ。アキラは在宅ワークをしていて、
また労働時間が少なくて済む働き方をしているので、時間にかなり余裕がある。そして奥さんも一緒に家にいるので、ダメ元で2人にたまにサポートしてもらえないか頼むことに。すると2人とも快諾してくれて、私がつわりで辛い時に家に来てくれるようになった。スーパーの買い出しも一緒に行ってくれるし、家の掃除や晩ご飯作りも手伝ってくれた。子育てや出産についてもその時にいろいろと体験談などを教えてくれるし、本当にありがたい。夫も家がきれいでご飯がちゃんと出てくるから特に文句はなさそうだ。だが逆に私の方が文句があった。夫は残業で遅くなる日々が多くなっただけでなく、さらに休日出勤も増えていった。さすがに家にいないことが多すぎて私は夫に愚痴ったことがある。もう少し仕事量を減らすことはできないの？やっぱり妊娠で辛い時期に夫がそばにいてくれないのは心細いよ。しかし私がそう言うと夫はすごく嫌そうな顔をした。俺はお前やこれから生まれてくる子供たちのために一生懸命に働いているんだぞ。それなのにお前は働くなって言うのか？そういうわけじゃないけど、家にいる時間をもう少し多くしてほしいなって思って。なんか自分勝手すぎないか？俺の苦労も分かってくれよ。夫はそう言って自分の部屋に行ってしまった。もうすぐ子供が生まれるというのにこんな風にすれ違いが起きていて大丈夫なのだろうか。夫はちゃんと子供を愛してくれるのだろうか。そんな心配が湧き起こった。私は不安な気持ちが強くなり、いとこ夫婦に相談した。二人とも夫の発言にはちょっと言い過ぎだと言っていたが、でも子供が生まれたらものすごく可愛がって、親バカなほどに溺愛すると思うと言ってくれた。ちゃんとそうなってくれればいいのだが、そうこうしているうちに私の出産予定日が近づいてきた。夫は相変わらず私の心配をしてくれることはない。もうすぐで出産だと伝えても、生まれる直前に言ってくれ、と言われてしまった。いとこ夫婦は励ましてくれたが、それでも不安の方が強くなっていた。そして数日後、陣痛が始まり私は病院へ。いとこ夫婦はちょうど外せない予定があったので、今回は義両親に事前に連絡を取って家に来てもらっていた。だから義父が車を運転して病院まで連れて行ってくれた。病院に着くとこのまま分娩室に行きましょうと言われて、いよいよ始まったという感じだ。なかなか生まれてこずに思いのほか時間がかかっていた。だがそのおかげで仕事後の夫も病院に駆けつけることができた。夫は私が出産を終えた時にちょうど来ることができ、みんなで生まれたばかりの赤ちゃんを抱き上げているタイミングだった。先生が近づいてきた夫に笑顔を向けながら赤ちゃんを渡そうとする。元気なお子さんですよ。とっても可愛い女の子です。だが夫は顔色一つ変えずに DNA 鑑定をしてくださいと言った。病室にいた私たちは一度固まった。夫は何を言っているのだろうか。いきなりそんなことを言い出したので、義両親も慌てていた。ちょっとマサト、あなた何を言ってるの？娘が生まれた瞬間に DNA 鑑定をしろだなんてどういうつもりだ？私は出産の疲れでうまく声が出ない。ただ夫が次に何を言うのか見ていることしかできなかった。すると夫は驚きの発言をした。この子は俺の子じゃない可能性があるからな。夫の発言に私たちは全員また驚いた。私は頭がぼーっとしながらも何とか言葉を紡ぎ出した。なんでそんなこと言うの？正真正銘あなたの子よ。だが夫は冷たい目で私を見て、不倫してること俺は知ってるんだからな、と言った。先生、DNA 鑑定をしてください。医師も夫がそんなことを言ったので戸惑っている。でもそれには奥さんの許可も必要よ。夫はため息をつき、こいつはきっと DNA 鑑定はしたくないって言うでしょう。困りましたね、と言った。なんだかその言い方がとても腹が立った。
別にいいわよ。私は潔白なんだから。あなたがどうして私を疑っているのかは知らないけど、調べたいならとことん調べれば。夫へのイライラから、なんだか先ほどの疲れも吹っ飛んだ。私がそう言って夫を睨むと、じゃあ好きなようにさせてもらう、と言って、病室から出て行った。残された私たちの間には何とも言えない空気が漂っていた。義両親は私のことを信じてはくれているが、実の息子が言った発言を全部嘘だとは思えない様子だ。先生はたまにこういうことがあるのか、あまり気に留めていない感じだった。私はそれよりも夫が一度も生まれた赤ちゃんの方を見ずに、抱き上げることもしなかったことがショックだったし腹が立った。いくら疑っているとはいえ、そこまで興味を持ってくれないなんてありえない。こうなったら鑑定結果を突きつけた上で、夫がなぜ疑ったのかを問い詰めてやる。理由によっては私は離婚してやろうとも思った。私はただ産休に入っているだけだし、会社に復帰すればシングルマザーとして娘を養うこともできる。だから夫と離婚することになっても構わない。その後、夫の言う通り DNA の検査を行い、検査結果の報告を待った。その報告の日、夫はなんだか自信があるような雰囲気だった。どうしてそんな自信に満ちた顔ができるのだろうか。そして先生が報告書を取り出した。検査の結果を言いますね。この子はあなたの実の子ではありません。私は頭が真っ白になった。一体どういうことなのだろうか。私は不倫なんてしていない。夫はニヤニヤしながら、やっぱりな、そうだと思ってたんだよ、と言った。お前、最低な女だな。不倫してできた子供を俺に育てさせようとしてたなんてな。だが俺の目をごまかせなかったな。離婚して慰謝料も請求するからな。自分の過ちを反省してちゃんと罪を償うんだな。そう言って夫は病室から出ようとした。私は何が何だか分からずうつむいていた。これは夢なのか。どうしてこんなことに。すると先生が、しかし、と言って話を続けた。この検査結果の報告書は偽物のようです。私は顔を上げて先生を見る。夫も立ち止まり振り返った。偽物。先生、あなた何を言ってるんですか？夫は動揺しながらそう言った。先生は夫の目を見てこう言った。私、あなたが鑑定を行う機関に知り合いがいることを知っているんですよ。先生がそう言うと夫は目を見開いた。だから鑑定結果を偽造してるんじゃないかと思ったんです。そのため、私は別の民間の企業にも依頼しました。そしたら、そこではあなたがお子さんの父親であるという結果が出たんですよ。これは完全に偽造が行われたってことですよね。そんな。俺は偽造なんてしてないぞ。しらばっくれても無駄ですよ。私にも同じように鑑定を行う機関に友人がいるので、そこで調べてもらったんです。そこで友人にあなたの知り合いを問い詰めてもらったら白状しました。あなたはお金を渡して虚偽の報告書を作成させていたようですね。そんな犯罪を犯してまで、あなたはどうしてのぞみさんを陥れたかったんですか？夫は冷や汗をたくさんかきながら動揺していた。その時、私のいとこ夫婦が病室にやってきた。あれ？アキラとユカさんどうしたの？俺たち、実は個人的にのぞみが言ってたことが気になって、自分たちで調べてたんだ。何のこと？旦那さんが全く出産に興味を持ってくれていないことについてだよ。ゆかの友人に探偵がいてね、調べてもらったんだ。そしたら旦那さんは不倫してたんだ。不倫の証拠もここにあるぞ。そう言ってアキラは証拠写真を私に渡してくれた。そんな、不倫をしてたのはマサトの方なの？夫は顔を青くした。なんでそんなことを調べてるんだよ。いとこのアキラは夫の前に立つと驚きの発言をした。
あなたは最低ですね。不倫相手が大企業の社長令嬢で、結婚にまで話が進みそうだから、のぞみのことを切り捨ててそっちで一緒になろうとしたんですよね。そこまで調べ上げてるのか。ちょっとマサト、それ本当なの？いや。旦那さん、しらばっくれても無駄ですよ。不倫相手の方はあなたが結婚していることを知らなかったようですので、私たちが教えておきました。あなたは相当大変なことになるんじゃないでしょうかね。大企業のご令嬢を騙したのですから。そんな。あなた、最低ね。そんなことをして私を陥れて自分だけ幸せをつかもうだなんて。望み通りあなたとは離婚してあげるわ。だけど慰謝料と養育費はしっかりと支払ってもらうからね。夫は膝から崩れ落ちていた。その後、夫は独身と偽って付き合っていた不倫相手にブチギレられ、すぐに仕事を失った。彼女の父親が夫が働く会社の社長に直接クビにするように言ったそうだ。そして私も夫と無事に離婚が成立。慰謝料は一括で支払ってもらい、養育費は分割となったが、支払いが滞れば優秀な弁護士からすぐに連絡が行くようになっている。元夫は今回の件で義両親からも愛想をつかされて縁を切られた。元夫は大企業の社長を怒らせたことで再就職もできずにいるそうで、今は低賃金のバイトをして一人きりで貧しい生活を送りながら借金を返しているそうだ。すべて自業自得だし、本当にいい君だ。一方で私は無事に退院。私はなぜ先生があそこまで私のために協力してくれていたのか気になって、退院した時に理由を聞いてみた。すると先生は驚きの発言をした。最初は名字が変わっていて気づかなかったんですが、あなたのお父さんは私の恩師だったんです。私が高校3年の時に進路を迷っていた時、担任だったあなたのお父さんが背中を押してくれたんです。だから私は医大に入るための勉強を頑張ることができたんです。私はあなたのお父さんに恩があるので、あなたにできる限りのことをしてあげたかったんです。そうだったんですか。本当にありがとうございます。先生がいなかったら一体どうなっていたことか。私は先生にお礼を言って病院を後にした。そしてその後、いとこ夫婦に会いに行き、同じくお礼を言った。この二人がいなかったら、夫の不倫を暴くこともできていなかった。私はいろんな人に支えられて助けられて、今を生きることができているのだと実感した。だからこれから私も彼らのように、自分の周りにいる人たちの助けになれるように生きようと思う。でもまずは、生まれたばかりの可愛い娘を大事に育てていこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。